の時、城ヶ崎のは何をしようとしたんだ。この絵は自由に描けないの。裁判中喋ったらどういう風にストレスかけんの。田渡りここ何の情もないな。こんなの処理大変でしょ。最悪の殺し方だよな。会話いくらでも聞くでしょ。殺されない自信でもあるのか。アドバンテージ大きすぎない。なんなのこのおじさんは。逆に誤解を生んでね。脱走できるの。魅了してなかったから。それは昨日の夕食後のことだった。蓮見レイヤは城ヶ崎ノアを殺した。端的に事実を言えばそれだけだ。なぜ殺した？私はみんなを守りたかったんだ。待って、褒めたのか？だって城ヶ崎ノアと会わなかったら全員死んだんだよな。それを回避したのか？それ意味通じるな、守ったって。バッドエンド見たことによってこれの動機説明つくな。すべて偶然だった。偶然だった。偶然ボウガンの矢を持っていた。なんで？それはみんなを狂気から守るために隠していたもののはずだった。本当に守ろうとしてたんだな。偶然拾ったナノカ君のリボンをポケットに入れていた。偶然なんだ。条件揃ったんだな。持ち主を探して返そうと思っていたはずだった。これ本心だな。偶然私が通りかかった時、その部屋には乾いていない塗料が一面に塗られていた。乾いていない塗料が一面に塗られてた。そしてその中心に彼女がいたんだ。魔女になろうとした？私の魔法は視線を固定する魔法だ。相手の興味を固定すると言ってもいいのかな。たまたま天井を見ていたノア君の視線をそのまま固定したんだ。注目させるんじゃなくて固定させるのか。芸術家というやつは何を考えているのかわからない。彼女は最後まで何もない天井を見つめていた。その胸を矢が貫き倒れるまで。強すぎない？固定したら動けないじゃん。この時城ヶ崎のは何をしようとしたんだ。誰に殺されたのかもわからなかったかもしれないね。止めたんでしょ。彼女の視線を固定した私は塗料に足跡がつかないよう長い武器を組み立てた。この時ほうき持ってたの？魔法発動したまま持ってこれたのか。そばにあったほうきを分解してそばにあったの？持っていた剣を組み合わせたんだ。そしてその先端に矢をくくりつけた。よく考えたな。ナノカ君のリボンを使ってね。あとはエマ君の言った通りだ。先端の矢で動かないノア君の心臓を貫いた。けれどそこでアクシデントが起きた。リボンの固定ぐらいじゃ耐えられなかったみたいだね。即席の武器が分解しかけてバランスを崩したんだ。なんとか剣とリボンは回収できたけど、その時剣先が地面を削って塗料がついてしまったよう。よく回収できたな。気づかなかったよ。そうしてノア君を殺した私はそ知らぬ顔でココ君の配信に顔を出したんだ。殺人なんてした直後だから気が高ぶっていたのかな。慣れない曲芸なんてして証拠を残すなんてね。そしてその帰り道、ノア君の部屋の前を通る前、死体はできるだけ遅く見つかった方がいいと思ったんだ。だからココ君とミリア君にさりげなく話を振りつつ歩きながら二人の視線を私に固定した。一瞬のことだから不自然に思うことはなかったろうね。そうしてすぐ横で倒れているノア君を素通りして、すごいな。私たちは部屋に戻ったんだ。残りの二人は韓国内で見てたから目撃しないのか。リボンは翌朝みんなが手がかりを探している時湖に捨てたよ。この時に捨てたんだ。すぐにアリサ君に見つけられてしまったようだけどね。剣の先についた塗料にも気づいて慌てて拭いたけど、まさかあのリンゴに塗料が映っていたなんてね。これが蓮見レイヤによる城ヶ崎ノア殺人事件の全容だ。でもなんで守ろうとしたの？さあこの辺でカーテンコールだ。以上でこの演目は閉幕だよ。何から守ろうとしたんだ？最後のステージ見てくれてありがとう。蓮見レイヤが城ヶ崎ノアを殺した犯人だった。その事実を突き止めた清々しさはなく、やるせない思いがエマの胸をつく。当然、少女たちによる魔女を選出する投票は全員一致でレイヤとなった。なんでノアちゃんを殺したの？それ話してくれるか？わかんないよ。ノアちゃんは何も悪いことなんてしていなかったじゃないか。でも殺さなかったら全員死んでたよね。普通な声でエマが問うと、レイヤはかすかに笑みを浮かべた。ノア君の同室であるアンアン君が倒れただろ。
それで私は彼女を守らないとと思ってしまった。カラースプレーの刺激臭でアーンは随分参ってしまっていた。医務室で青ざめて眠るアーンの姿はエマも何度も見かけた。私はか弱き者を守らなくてはという思いに突き動かされてしまったようだ。人のために行動したんだな。でもそれ殺人しなくてもよくない？でもノアちゃんだって同じようにこの牢屋敷に捕まった同士なのに、なんだかもやもやする。もっと話し合えたんじゃないのか。何も話し合わずに殺したよな。レイヤーは犯人だと言い当てられて観念したのか諦めたような微笑ましさすらあった。違う。ここで声を上げたのはアーンだった。青ざめ呆然とレイヤーを見ている。アーンちゃん一体何を？もういいよ。やめるんだ、アーン君。何か繋がってるのか。レイヤーは静かに言い放った。私のことをかばってくれなくてもいいんだ。知ってたの？もう、覚悟は決めたよ。なんで知ってるの？アーンの片目からひとしずくの涙が頬を伝え落ちていく。でも、これだけは分かってほしいんだ。私はただ、アンアン君を守りたい一心で。アーンは首をふるふると横に振った。全部言う前に処刑されたらめんどくさいな。違う。レイヤ、貴様は間違っている。我が輩は弱くない。ノアが我が輩に絵をくれたお守りだと。思い違い？アーンのスケッチブックには蝶の絵が描いてあった。それはノアが描いたものだ。今の脳裏に過去の出来事が呼び起こされる。びっくりさせちゃったのかな。そうみたい。この後にアート描いたんだよね。じゃあ今度はアンアンちゃんが喜んでくれる絵を描くね。何度か具合が悪くなっていたけど、アンアンちゃんとノアちゃんが同じ部屋で過ごした時間もあるはず。きっとその時、ノアちゃんはアンアンちゃんに喜んでもらおうと、スケッチブックに絵を描いたんだ。ノアは、蝶の絵だけは魔法をコントロールさせて自由に描けると言っていた。他の絵は自由に描けないの？だから、おまじないだと。ダイイングメッセージも蝶だな。自分でコントロールできる。要は我が輩のスケッチブックに勝手に落書きしたな。ノアね、蝶の絵は得意なんだよ。これだけはノアの魔法をコントロールできるみたい。なんでだろうね。蝶って結構関係ありそうだな。主人公のエマが死ぬ時も赤い蝶の表現があったけどね。蝶になれって念じると、ちゃんと全部蝶の絵になってくれるんだ。描く絵はコントロールできないのか？赤いのが怖かったんだよね。だからね、ノアが魔法をかけたよ。赤い部屋だったからね。赤色はみんな蝶の絵になれって。これでも怖くないよね。怖くないように赤い蝶の絵描いたのかな？お守りにスケッチブックにも書いてくれたんだ。我が輩が怖い目に遭わないようにって、流れる血までみんなが怖がらないようにって蝶になったんだ。アンアンはポロポロと涙をこぼす。久々に声を発したのか、その声はたどたどしく枯れている。それでも何とか伝えようと必死で歌いかけている。蝶の意味は不死不滅。詳しいね。ノアちゃんのダイイングメッセージは私たちに当てていたのかもしれないわね。みんなどうか死なないで。作品に込めてるの。マーゴがぽつりとつぶやいた言葉は少女たちの胸に重々しく刺さったのだろう。全員が悲しげにうつむいた。ノアが最後に見たのはおそらくレイヤの姿だろう。ノアは刺されてもなおレイヤを怖がらせないように血を蝶の絵に変えたんじゃないのか。本当にみんなのことを守ろうとしていたのはノアの方じゃないのか。レイヤが衝撃によろめきその場に膝をついた。みんなが怖がらないようにどうか死なないように。それは囚人の少女たち全員に当てられたノアからの心から願いと魔法。殺人衝動、動機が自分の欲のためじゃないのか。そんな私を。レイヤは目を見開き力なく膝を折る。お話終わりました。聞いてたの？時間も押してますし、そろそろ進行したいんですが、僕と初めて喋った。ずっと聞いてたの？裁判中喋った？各自のスマホにボタンが表示されていると思うので、全員がそれを押したら処刑執行スタートします。僕らが押すの？ええ、そのように決まっていますので、お願いします。ぎゅーっと長く押していただけますと。長く押して投票。そんな、僕らがレイヤちゃんを処刑するボタンを押すなんて。操作間違えないように長押しなのか。少女たちは青ざめながら次々に手元のボタンを押していく。激しい動機に襲われながら、エマもまたボタンの上に手を添えた。処刑。これ押すの？押さなかったらどうなるんだ？プレイヤーに押させるの？押すしかないよね。血が溜まってる。チェック。はい。ではこれより、
魔女の処刑を執行します。処刑という名の魔女化だよね。ストレスを与える。極長の宣言とともに何かの仕掛けが作動し始めた。どこからか歯車の回転音が聞こえ、中央の台座がわずかに揺れた。少女たちの注目が集まる中、床が開き、台座がゆっくりと下降していく。そして元々あった台座と入れ替わる形で新たな台座が現れた。なんか開いてない？どういう感じで処刑するんだ？大掛かりな仕掛けとともに現れた台座にエマたちは一様に唖然として言葉を失っていた。これが処刑台？これ開いて殺すのか？台座の中央には西洋風の天使像が現れていた。どういう風にストレスかけんの？細部まで精巧に彫られた天使像は柔らかな表情を浮かべている。翼を広げ空を見上げる様は見る者に神聖さと安らぎをもたらすまるで慈愛と平和の象徴。蓮見レイヤさんにはこの中に入ってもらいます。これって拷問のやつじゃないの？天使の中に綺麗になれってか嫌味かよ。なんだか悪趣味ね。天使の中に入るの？天使像を見てもどういった処刑がなされるのかエマたちには想像もつかない。ただレイヤーは先ほどよりももっとひどく青ざめていた。ガクガクと震えてすらいる。レイヤー何か感じ取ってるのか？まあ怖いよね。これから何が起きるかわからないから。レイヤちゃん？他の人たちは動かないでくださいね。邪魔や介入をすれば看守がそのものも同様に断罪します。極長が翼でバサリと合図して入り口付近に立っていた監視が動き始める。監視がレイヤーの席へと近寄り、彼女をがっちりと捕まえてステージ上へと削っていく。待ってくれ。やだ。あれの中には入りたくない。知ってるの？レイヤーは遅すぎる抵抗を始めた。監視に捕まってジタバタともがく。少女たちは席に座ったまま沈痛な面持ちで一連の流れをただ見守ることしかできない。やめてくれ。本当に嫌なんだ。裁判のやり直しを要求する。レイヤーにとっては嫌なものなの？バカじゃねえの？何度やってもお前は魔女だよ。人を殺したんだから。田渡ここ何の情もないな。だって知らなかったんだ。ノア君とアンアン君が同室でうまくやっていけそうだったなんて。早とちりしたよね。知っていたらノア君を殺さなかった。私はただみんなを守りたかっただけなんだ。なんで殺しの手段選ぶんだ？どんなに全力であがいても必ず反射容赦なくレイヤーを削る。そして天使城が中央から割れて開いていく。そこであちこちから悲鳴が漏れた。溶けたな。レイヤー知ってるのか？象の存在を。これはまた痛そうですね。少女たちの多くがあまりの光景に目をそらした。今も同様だった。天使像の内部には大量の細長く鋭い針がついていて、これを閉じられたら中にいる人間は全身串刺しになる。これ毎回処刑方法これなの？それか違う拷問なのかな？これに入れっていうの？あ、これ知るね。拘束されたレイヤーがその中に入れられる。まあ、処刑にしては大掛かりだけどね。こんなの処理大変でしょ。針の数はえげつないが、棺の中は美しく青いバラがぎっしりと敷き詰められていた。青いバラ？真っ赤に染めるの？天使像の内部に入れられたレイヤーは青いバラに囲まれ、恐怖で顔を引きつられていながらも、凄惨な美しさがあった。外見は天使像だけど処刑方法はアイアンメイデンということよね。アイアンメイデンだね。やっぱり悪趣味だわ。どこかうっとりとしたようにマーゴが漏らす。やだ。お願いします。これを閉めないで。やだ。こんなので死ぬの嫌だよね。レイヤーが命乞いのようなものを始めたのも無理がないと感じた。顔まで針刺さるよね。あの像が閉じたらレイヤちゃんは死ぬよね。想像しただけで戦慄し、吐き気が込み上げてくる。お願いだから他の処刑方法にして閉めないでください。なんでこれそんなに嫌なんだ？他の処刑方法にしよう。これはダメだ。だってみんなに見えないじゃないか。みんなに見られながら殺されたいのか？みんなに見えない。この悲痛な叫びにエマはほんの少し違和感を抱いた。それは他の少女たちも同様だったらしい。レイヤーにとっては最悪なのか？やっぱね、みんなを守りたかったなんて嘘ばーか。ノアを殺した動機分かっちゃった。ここは邪悪な笑みを浮かべて処刑台に立たされるレイヤーを見据えた。あんたがノアを殺したのは自分が一番目立たない状況が許せなかったからでしょ。本当に？本当か？ああ、なるほど。バルーンの方が動機でしたか。嫉妬？ほんとシェリーが手を打った。知名度的には芸能人のレイヤさんより圧倒的に上ですもんね。やっぱ関係あったか、バルーンと。ノアとレイヤーの唯一のつながり芸能関係だからな。なんせノアさんは世界に有名なアーティストです。はあ、やっと殺害動機がしっくりきました。動機あるとしたらそれでしかないんだよ。違う。レイヤーは涙目になってガクガクと震えている。王子さんの仮面を容赦なく剥がされていき、彼女は今まで見たことないほど情けない表情になっていた。その顔に亀裂が入り、手の爪がありえないスピードで伸びていく。レイヤちゃん、魔女化してる。魔女化してるの？この手は魔女化なのか？エマたちは蓮見レイヤーの真相に踏み込んでしまった。彼女の禁忌に触れてしまったのだ。禁忌？トラウマってやつ。ああ、そうだ、認めるよ。私は目立ちたかった。一番目立たないといけなかった。だから許せなかった。本当か？魔女化しそうになってから話してるだけじゃない。城ヶ崎
ないといけないと思ったんだよ。本当に欲しいのかな。あいつが邪魔だったんだよ。そうか。レイヤちゃんは串刺しになるのが嫌なんじゃなくて、みんなに注目されないよね、この処刑方法は。俺を締めたらみんなが私のこと見れなくなっちゃうじゃないか。見られないことが嫌だった。もっと私を見てくれよ。私だけを見てよ。やだ手でなんか抑えてるな。この悲痛な叫びは今までのものとまるで違う。レイヤーの本当の声に聞こえた。あ、しまった。音もなくしまった。まだ生きてる、まだ生きてる。悲鳴を閉じ込めるように天使像が閉じられた。血流れる。私を見てと心が叫んだ。蓮見レイヤーは誰よりも目立たないといけなかった。幼少期に母が病に伏せ、心を閉ざしてしまったその時から。回想始まってない。人が死ぬたびに回想始まるのか。誰のことも見ない、話さない。娘の存在すら気づかない。幼いレイヤーは母の病室に帰り、声をかけ続けた。大丈夫だよ、怖くないよ。レイヤーがお母さんを守ってあげる。私がお母さんの病気をきっと治してあげる。だからね、レイヤーを見て。一度だけ母が病室でテレビを見ていたことがある。それは偶然テレビで放映されていた舞台の演劇だった。レイヤーのことを見ていなかったからテレビで見せようとしたのかな。母はただ流れているテレビの方に視線を向けていただけかもしれない。それでも母の瞳の中に流れていた映像はレイヤーにとって希望になった。お母さんに見てほしかったんだ。あの場所で一番目立つところに立てばきっと私は見てもらえる。その思いは魔法になった。魔法になったの。レイヤーは人の注目を集めることができる不思議な力を手に入れていた。この力を使えばいつだって自分が一番目立つところに立てた。レイヤーは舞台の主役で居続けなければいけなかった。そうしなければ意味がないと思っていた。どんな魔法を使っても母はレイヤーを見なかった。なぜ？まだ足らないのだ。もっと目立たないといけないのだ。誰より一番目立たないと。なんで母は見ようとしないんだ。自分より目立っている人間は排除していかなければ。このためには何だってする。どんなに辛かろうと、どんなに汚れようと。そしてまたレイヤーの前に自分より目立っている人間が現れてしまった。城ヶ崎の誰かがレイヤーに支えた。目立っている彼女を殺さないと一番になれないよ。かわいそうに。レイヤーはその時、城ヶ崎のノアを殺そうと決めた。本心なのか。これで自分だけを見てもらえるはずだった。それなのにやっぱり、誰も自分を見てくれない。最悪の殺し方だよな。蝶が待ってる。閉じられた天使像の中でレイヤーは実況していた。しかしレイヤーの姿を見ることはできない。天使像が閉じているから。天使像の下からレイヤーから流れ出たであろう血液が滴り題材へと広がっていった。この生々しい赤は皮肉なことに全てが美しい蝶になっていく。どれだけ血が流れ続けてもレイヤーが死ぬ様子はなかった。レイヤー死んでないの？ずっとガタガタと天使像が揺れ続け血が流れ続けている。レイヤちゃんは魔女になっちゃったから死なないんだ。え？それなら処刑はいつ終わるの？ここから洗脳されるの？なあ、もうやめろよ。こいつは十分苦しいんだろ。死ぬことはないんだな。耐えきれずにアリシャが叫ぶその時だった。ずっと絶叫していたレイヤーの声がやがておぞましいうなり声に変わっていった。変貌したのか。完全に異形と化したそれのうなりはもはやレイヤーの声ではない獣のような方向だった。無事に魔女の慣れ果てとなりましたので、彼女は永遠の牢獄へと閉じ込めます。牧長の目的なんだろう。従わせることなのかな。牧長が再び宣言した直後、機械の作動音が聞こえてきた。仕掛けが作動し、処刑台が近いと片付けられていく。異形の方向がしばらく後を引いていたが、床が閉じられたことで完全に無音となった。中央は元々の台座に戻っている。まるでそこには最初から何もなかったかのように、綺麗に片付けるようにしたのか。エマは詰めていた息を吐き出し、ももに置いた拳を固く握りしめた。さようなら、レイヤちゃん。パタリパタリと、エマの桃の上に涙の雫が落ちる。よくできましたね。誰の声だ？この声前も聞いたな。ああ。エマはうつむき涙を流し、その口角はほんの少し満足げに上がっていった。なんで？誰の声なんだ？静寂が裁判所内を支配している。しばらく誰も何も言わない。痛いほどの沈黙を破ったのは獄長だった。無事に終わってよかったですね。また殺人事件が起きたら魔女裁判を開きます。それまでは今まで通りに囚人としてつつましく生活をしてください。これにて閉廷とします。やれやれ。お疲れ様でした。裁判終わったのだ。囚人たちはお互いの顔を伺い計り合いつつ、のろのろと動き出す。ひどく疲れていた。今夜はもう眠って全て忘れてしまいたかった。しかしその中で一人の少女が異質な動きを見せた。誰だ？銃声が裁判所に鳴り響いた。黒目なのか抜いたか。少女たちは唐突にまた強行状態に陥り、緊張で体を頬張らせる。撃ち抜かれたのは今にも飛び去ろうとしていた獄長だった。一発で完全に仕留められたのか、床に落ちた獄長は沈黙し、びっくりとも動かない。意味ないでしょ。塗ろうとしても。一体誰が？今は室内にざっと視線を巡らせる。抜いてる。銃を構えていた少女は静かに口を開いた。この茶番をいつまで続けるつもり？私たちの中にいるんでしょう。このデスゲームの黒幕が。黒幕いるの？一番怪しいの主人公だけどな。変な声聞こえてくるから。人格がわかんないの。垂れて地面に落ちた獄長はピクリとも動かず、完全に活動停止してる。会話いくらでも聞くでしょ。魔女候補の少女たちは息を詰め、銃をも構える黒部なのかを見つめていた。なのかちゃん、
一体何を。エマはそう口にしながら視線だけ入り口付近に佇む監視へと向けた。監視は動いていない。指令系統に混乱が生じているのだろうか。この馬鹿げた殺人ゲームを仕組んでいる黒幕が私たちの中にいる。銃を構えた姿勢のままナノカが鋭く瞳を光らせた。私たちが魔女になっていくのを誘導し、近くで見て楽しんでいる奴がいる。この少女の中にいるの？そいつが真の牢屋敷の管理者よ。もう誰だ？誰かは予測がついてる。おとなしく名乗り出たら。本当に？どこかすがるように彼女は喉奥から声を絞り出す。私はあなたを決して許さない。誰だ？僕たちの中に黒幕がいる。エマは思わず裁判所にいる少女たちをぐるりと見回して自分が殺されたり処刑されたりするかもしれないのに、私たちの中に混ざるなんて。そうだね。悪趣味ね。殺されない自信でもあるのか。おい、言っとくがうちじゃねえからな。不安煽ってるな。我が輩でもない。うさんくさいっつーの。もう私以外みんな処刑でよくね。疑い合うのは良くないです。みんなが嫌な気持ちになってしまいます。竜に怯えた様子ながらハンナがぐいっと一歩前出た。ちょっとお待ちなさい。なぜあなたはそんなことを知って嫌がるんですの？そっちの方がよっぽど怪しいですわよ。この疑問にどう答えるんだろう。ハンナがピシリと指さすとナノカはため息交じりに構えた銃を下ろした。これに関しては信じてもらうしかないけれど。原子？私の魔法は原子なの。なんでそんな奴をこのチェスゲームに参加させてんだ？原子ってなんだ？幻を見る？原子？その人自身や思いの詰まったものに触れると、対象の過去や未来が映像として見える時がある。物の記憶を探れるの？私は牢屋敷の過去の情報を原子で見たの。黒幕がいたの？この銃もかつて牢屋敷に囚われた人が魔法で制作し隠していたことを見て、ここに捕まってすぐ回収した。強すぎない？情報量えぐいでしょ。装填数は6発。1日1発自動で弾が回復する魔法の銃よ。アドバンテージ大きすぎない？すぐに銃回収したの？毎日1発撃ってるじゃん。なるほど。殺し合いが起きるかもしれない中、あなただけ最初から銃を携帯していた辻褄は合うわね。もう一人剣持ってたけどな。レイピアはまだしも、銃はアンフェアだと思っていたの。武器渡されてるの2人いるの。そうなるとナノカさんは魔法で黒幕がいることが分かったと？過去の囚人に黒幕がいたんじゃないかな。ええ。ここに捕まる前から私は牢屋敷のことを知っていた。そして黒幕がいることも。ただ私の魔法は完璧じゃない。触れたら絶対に見えるわけではないし、偶然によるものが大きい。分かっていたのは、この牢屋敷で殺人ゲームを仕組んでいる誰かが囚人に混ざっているってことだけ。本当に？なるほど。魔女見習いの私たちではまだうまく魔法を使いこなせていないんですね。過去だけでなく未来まで見える。コントロールさえできたら預言者になれるわ。羨ましい能力ね。未来も見えるの？やばくない？対象の過去や未来の映像が見える。予知みたいなもんなのか？捕まってから私はずっとその黒幕が誰かを探していた。そこで魔法が発動して私は見たの。ぬけぬけと少女のふりをしている人物がいるのを。少女のふりをしてる人物なのか、再び銃を構えその傷口をゆっくりと一人の少女に向けた主人公じゃないの？ミリアの方そうでしょ。全員の視線がミリアへと集まった。このギャルが何かあるの？おじさんとか言ってるけど。あなたは佐伯ミリアの体を奪い、ここにいるんでしょ？人格違うの？原始で見たその時の情景を語り出す。もう見つかったの？黒幕。人気のない夜、地方によくあるありふれた踏切の前だった。佐伯ミリアはくたびれたスーツの男に迫られていた。男の顔は暗がらに沈んでよく見えない。遮断機が降りていて赤い警告灯がぼんやりと光に放っている。そして闇を裂くように警告音が鳴り響いている。やめてよ。手首を掴まれたミリアが泣きじゃくり叫ぶ。おじさんにその体をくれないか。おじさんってギャルの言葉じゃなくておじさんなの。男はミリアの抵抗に焦るようにじましていた。君は手を繋いだだけで入れ替えることができるんだろう？その話が本当ならぜひおじさんに君の体を譲ってほしい。コントロールできないの？一度でいいから女の子になるのが夢だったんだよね。遠くから電車の明かりと音が近づいてくる。重く鈍い振動が足元の地面にまで伝わってくる。ミリアは後ずさった遮断機があって、それ以上はいけない。こっちに来るんだ、ほら。その時男とミリアの触れ合った箇所が光を放った。同時に低いうねり声を上げるかのように、電車から闇の中から現れる。本当に入れ替わった。おじさんは君になったんだ。すごいぞ。ナノカが語ったミリアの過去は少女たち衝撃と混乱を与えた。これおじさんなの？ミリアちゃんはミリアちゃんじゃなくて、男？おじさん？魔法はどうなるの？入れ替わりの魔法って、そんな、マジですの？めちゃくちゃコントロールできないじゃん。今のおじさん、どうなるの？戻れないんじゃないの？キモすぎてドン引きなんだけど。違うんだよ。ナノカさんが嘘をついていると？あなたは本当に佐伯ミリアさんなのでしょうか？そうだよ。
おじさんは本物の最近ミリアだよ。なんなのこのおじさんは。信じられるはずもなく少女たちを青ざめて後去り、ミリアからじりじりと距離を空けた。黒幕は私たちをもてあそんで苦しめて、全員を異形の魔女にすることを目的としている。唯一ここで大人のあなたなんでしょう。黒幕かどうかわかんないんじゃない？確かに、ストレスが魔女になる原因だって言いながら、この牢屋敷は僕らを追い詰めてるように感じる。ナノカちゃんの言う黒幕がいると考えると、腑に落ちる。ミレイは処刑され慣れ果てとなった。あの処刑は魔女化を一気に進めるものだっそた。こまでする必要なんてなかったのに。エマの網膜に焼き付いたそのおぞましい光景はしばらく忘れられそうにない。この牢屋敷は僕ら全員を慣れ果てにしようとしている。だから違うって、これにはいろいろ複雑な事情があって。事情あるんだ。決して黒幕なんかじゃないから信じて。黒幕とは言えないけど入れ替わりは本当っぽいな。少女のふりして混ざっていた人を信じられると思う。衝撃の事実な。この茶番を終わらせるためにあなたには死んでもらう。巻き込まれてるじゃないおじさんも。ダメです。運営中身おじさんとか気づかないでしょ。両手を広げミリアの前に立ちはだかったのはメリルだった。もうこれ以上誰かにひどいことをするのはやめてください。涙目で震えながらもメリルは必死にミリアをかばっている。メルルちゃん、そうだよ。黒幕かもしれなくってもいきなり殺すなんてよくないよ。私たちには時間がない。どいて。嫌です。できません。僕たちには時間がない。時間がない。あ、証拠なくなってる。原子。E で発動できない。なのかはかばっているメールごと銃弾の雨を浴びせそうなほど切羽詰まった様子だった。いい加減にかけていた指先にぐっと力を込めようとしている。その直後わずかな振動が足元から伝わってきていることにエマは気づく。何？この裁判、早く出ないと大丈夫か？最初はエマの気のせいかと思うほど揺れだったが、やがて裁判所全体が静かに波打つように小刻みに揺れ始める。獄長どうなった？これ地震ですの？なんで地震？どうやら牢屋敷が揺れているようですね。揺れは収まる気配を見せず、少女たちは戸惑いと緊張に包まれるそこで。なんだこれ？屋敷が動いてるんじゃなくて会場動いてない。羽ばたき音が聞こえてその場の全員が張ったテーマを復活してるな。獄長が手すりに止まって少女たちを見下ろしていた。は？あれ？どういうこと？こいつ何体もいるでしょ。黒いっぱい飛んでるから。砲が撃たれて活動を停止した獄長と新たに現れた獄長を交互に見る。やれやれ。可愛い獄長を撃つなんてひどいことしないでください。獄長許してくれるの？代わりはいくらでもいるので今回は見逃しますが、本来なら処刑者ですよ。不用意に殺したら面白くないもんね。裁判は終わりましたし、皆さん速やかに自分の房へ戻ってくださいね。ああ、ちなみにこの揺れですが、処刑を執行した後は屋敷が揺れるんですよ。なんで揺れる？慣れ果てと関係ある？しばらく続きますが、危険な揺れではありませんので。慣れ果てと関係あるのか？少女たちは驚きで固まり、ただ獄長を見上げている。獄長をやっつけても意味なんかないんだ。意味ないね。僕たちはきっともっと大きな何かにとらわれている。黒幕関係ないんじゃない？外出禁止時間なので戻らないと懲罰貿易になっちゃいますよ。その言葉に呼応するかのように静止していた監視がノロノロと動き出した。こやばばばばばばば、私関係ねえし、部屋に戻るからね。こはダットのごとく裁判所を出て行った。なのかは下打ちし構えていた銃を下ろす。邪魔が入った。でも私は諦めない。必ずあなたを殺すわ。これ大丈夫か？死なないよな。言い捨てて、なのかも裁判所から出ていく。看守に捕まってしまったら懲罰貿易になってしまう。その他の少女たちも慌てて走り出した。走りながらエマはちらっとミリアの顔を伺った。違うのに、そんな殺すなんて。入れ替わりはどうなったんだ？ミリアは青ざめてブツブツと呟いている。ミリアちゃんが全部の黒幕なんて、そんな風にはとても見えないけど。黒幕ではないから入れ替わりは本当だよね。でも、あんなにいい人だと思っていたレイヤちゃんが殺人をしていたんだ。誰が何を考えているかなんて。エマは首を振った。誰も信じられなくなったら、もうおしまいだ。その日の夜、黒部なのかは自分の房に戻らなかった。獄長からの通知が入り、黒部なのかは見つかり次第、懲罰貿易になると宣告された。通知入るんだ。悪夢の魔女裁判から一夜明けて、少女たちはラウンジに集合していた。朝食の席で一度みんなで集まって話したいと提案したのは今だ。重い足取りながら少女たちが続々とラウンジに入ってくる。しかし、おめえは違うだろうがよ。早速トラブルが起きていた。アリサが怒鳴った相手はミリアだった。おっさんが来てんじゃねえよ。おめえはうちたちとは違うだろ。出てけよ。おっさん扱いされてるな。信用を失ってる。あいつのことを信じてるの。ごめんなさい。入れ替わったのは事実だけど戻ったんじゃないの？僕がみんなに集まってほしいって言ったんだから、ミリアちゃんは悪くないよ。とっさにエマはアリサとミリアの間に割って入った。僕らは協力し合うべきだと思う。だから、みんなで話し合いたいんだ。ミリアちゃんにも、
アリサちゃんにもここにいてほしい。話はそんだけか。うちは協力する気なんてねえから、うちを騙してたやつと仲良くなんてできるか。顔も見たくねえよ。吐き捨てるように言ってアリサはラウンジを出て行ってしまった。黒部なのか場をかき乱したの。火の魔女と聡明されたので永遠の牢獄へと幽閉された。視線誘導の魔法を持つ少女。相手の視線を自分の狙った場所に向ける魔法。めちゃくちゃ使いこなしてるの。入れ替わりの魔法の持ち主であると見抜かれた。原始の魔法強すぎない？全員の魔法わかるじゃん。おじさんはやっぱり邪魔だよね。こんな空気にしてしまって申し訳ない。このおじさんの主語何なの？ミリアちゃんに謎が多いのは確かだけど、今はミリアちゃんのことを信じたい。逆に誤解を生んでね。エマは緊張しつつもミリアに向き直る。気にしないで。僕はミリアちゃんにも協力してほしいって思ってるから呼んだんだ。ミリアちゃんって呼んでもいいんだよね？もちろん。ミリアは感極まった様子で何度もブンブンとうなずく。アリサは出て行ってしまったが、エマは残った少女たちを見渡した。言い訳したらいいのにね。ミリア、ハンナ、シェリー、メデル、ココ、マーゴ、アンアン、エマを合わせた8人。本気でここを脱出するしかないと思うんだ。話し合ってる。囚人の少女たちを前に、エマは決然とした口を開いた。レイヤちゃんはおとなしく従おうって言ってたけど、ここにいても救いなんてないんだよ。もともとエマは脱獄しようと奔走しており、シェリー、ハンナ、メルルはエマと行動を共にしている。エマの言葉に3人は力強く頷いてくれた。問題は協力的な姿勢でなかった少女たち。そうかもしれないけれど、規則を破れば懲罰を生きよ。問題行動を起こすべきではないと思う。私だってこんなとこ出たいけど、逆らったら最悪監視にぶっ殺されるじゃんよ。二階堂ヒロちゃんみたいにね。エマは辛そうに目を伏せる。ヒロちゃん、ノアちゃん、それにレイヤちゃんも、ここに捕まってもう3人も犠牲者が出てる。二階堂ヒロ能力わかんないよね。レイヤは自業自得なんじゃねえの？人殺したんだしさ。それだってこんな状況じゃなきゃ起こりえなかった。ナノカちゃんの言う通り、もてあそばれてるんだよ。それが今の環境だもんね。ここにいたらみんな同じような目に遭っていって、最悪な未来しか見えない。見つからないように目を盗んで脱出する方法はきっとあるはず。みんなでここを出よう。協力し合えばきっと活路が見えるよ。ゲロ。ココの反応にエマは険しく表情になる。しかしすぐにその眉は情けなく下がっていく。やっぱりみんなで協力するなんて無理なのかな。するとマーゴが一歩前へと出てきた。エマちゃんは偉いわね。私はとてもみんなを信じることなんてできないわ。マーゴちゃん、でもここでバラバラになっちゃったら。心配しないで。出るために協力し合うことに賛成よ。その方が合理的よね。私はエマちゃんに協力するわ。脱走できるん？本当？よかった。コちゃんも出たい気持ちは同じよね。そりゃあまあ。ココが渋々といった様子でうなずくとマーゴはにっこりと微笑んだ。本格的に脱獄のために計画を練りましょう。チームのリーダーを決める必要があるわね。この話聞かれてない？これまでみんなを見てきて、リーダーはエマちゃんがいいと思ったわ。僕？みんなを引っ張ってくれるのはあなたよ。反対の人はいるかしら？異論の声は上がらなかった。みんな僕のこと嫌じゃないんだ。